緊急で動画を回しているんですが、今とある場所に向かっています。なんでも今日って言っても撮影日の今日3月24日のことなんだけど、とあるイベント会場でアニメ版義妹生活の新情報がお披露目するらしく、義妹生活チャンネルの宣伝担当としてスルーするわけにいくかとタクシーに飛び乗ったわけです。もうすぐ噂の会場に到着する。ここですね。ありがとうございます。お釣りはいりません。さあ、到着しました。とあるイベント会場とはまさにここ、アニメジャパン2024の会場だ。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。おはよう、こんにち、こんばんは。宣伝担当のまやちゃんです。来ちゃったよ、アニメジャパン2024。すごい盛り上がり。今回の動画はそんなアニメジャパン2024の様子を撮影したいわゆるレポ動画といっても、各所への許諾の関係上、またこのチャンネルの運営方針上、情報は義妹生活関連に絞ってお届けするけどね。またこの動画がアップされる時にはアニメジャパン2024は全日程が終了しているので、その点も注意してね。さてさて、どんな情報が得られるのかな。早速行ってみよう。ここが今回発表の行われる角川さんのブースだよ。アニメ義妹生活のキャストさんでもある中島由紀さん、鈴木あゆさんによるステージイベントが今まさに始まるとのこと。ワクワクしてきた。みんなにも少しだけステージの様子をお届けするね。どうぞ。こんにちは。こんにちは。会場の皆さん、そして配信の皆さん、おはよう、こんにち、こんばんは。テレビアニメ義妹生活ステージのお時間です。奈良坂真綾役鈴木あゆです。そして皆さんこんにちは。綾瀬咲役の中島由紀です。本日はよろしくお願いします。お願いします。このチャンネルなんと先日10万人を突破しました。これは銀の盾がもらえるんですかね。ですかね。よろしくお願いします。申請をよろしくお願いします。そしてその先へ。少しずつ変わりゆく日々を映す恋愛生活物語。こうね、音響監督さんからいつもこう収録する前に来ていただいて、ここの心情こうなってるんでそこを汲み取っていただけるととか、いろいろ説明していただきながらね、アフレコもさせていただいておりますので、この後駆けつけでそちらのステージにも再覧させていただきます。そこでも作品の魅力を語らせてください。よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。ちょっと待ったー、ちょっと待ったーお待たせいたしました。すいません、浅村優太役の天崎浩平です。よろしくお願いします。ありがとうございます。温かい鈴木さんも代読ありがとうございます。ありがとうございます。中島さんもよろしくお願いします。代読いらなかったですね。いやせっかくなのでね、綺麗な声で聞きたいなと思って、自分の声よりもそう思って。はい、
なんか補足しますか？あ、ゆうたくんのゆうたくんのゆうた、いやもうでも今のが結構ちゃんとこもってて、あ、でも高校2年生なのかっていうぐらいいろいろ考えてるんですよね。自分が自立するためにとか、周りに友達がいっぱい集まってくるし、友達の輪を大切にするみたいな子です。実際どうでした？演じられて、その YouTube 版とはまた違うマーヤだったじゃないですか。自分のこと以外に周りの人のことをものすごく考えてて、本当にみのりちゃんが楽しそうにそうですね。してて、うんまあ、みんなでこうやって収録することができたので、はいみんなのしてるところ後ろから見てたりとかしてたんですけど、こうふざけるシーンもたくさん、ふざけてるやり取りもたくさんあるんですけども、その中にすごく丸の優しさが込められてたりとか。お父さんである浅村太一は小林千佳弘さんが演じます。イエーイ。でお母さんである綾瀬はき子は上田玲奈さんが演じます。イエ太一さんに関してはですね、義妹生活の中で癒しキャラーイ。本当に本当いいパパ。ここに書いてますけど、本当お茶目なんですよ、ママのあきこさんに関してはもう包容力のある感じというか、もう玲奈さんにもあるんですけどそれがマッチしているというか、こう親子の関係性を2人でこう話しないながらこう演じさせていただいたので、まだまだ義妹生活のことをお話ししたいということもあり、この度ですね、義妹生活のラジオ番組の配信が決定しました。やったー。ゲストの人とかもね、いっぱい来てほしいですよね。最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。お相手は村坂真綾役の鈴木あゆと綾瀬咲役の中島由紀と浅村優太役の天崎浩平でした。ありがとうございました。新情報もいっぱいでめっちゃステージ盛り上がってたよ。それだけで感無量なのに、お忙しい中飛び込みで天崎浩平さんも登壇してくれて、作品愛にあふれたステージだったよ。あと今回の目玉情報としては、浅村くんのお父さん太一さんとさきのお母さんあきこさん、キャストさん情報が公開されて、アニメ版でどんな風に描かれるのかぐっとイメージ湧いてきちゃったよね。初公開のティザー PV も義妹生活の空気感が伝わる、めっちゃおしゃれでエモい映像だと思わない？なんとその PV、 こちらの動画内でも流して OK とのお許しが。すでに視聴済みの君も、まだだったんだよという君もとくとご覧あれ。義理の妹という存在はただの他人だ。創作世界にあるような出来事と現実は違う。兄弟は他人の始まりって言うらしいけど、それが義理の兄弟ならば、最初から他人で最後まで他人のまま終わるってこと。俺たちはうまくやっていけるんじゃないかな。私たち似てるね。ダメなところも含めて。これはいつか恋に至るかもしれない物語。他人が家族へ、そしてその先へ。少しずつ変わりゆく日々を映す恋愛生活物語。義妹生活。2024年7月放送開始。これは発見取ったな。いや、まだまだ放送は先だけどさ、そう思っちゃうぐらいには期待値上がっちゃったってこと。みんなは PV 見てみてどうだったかな。感
はぜひコメント欄で聞かせてね。なお、今回発表になった情報はアニメ公式サイトで詳しく確認できるよ。 URL は概要欄に載せておくから絶対チェックしてね。今からちょっとだけならキャストさんにもインタビューできる？マジで？というわけでキャストさんインタビューのコーナー。中島さん、天崎さん、鈴木さん、改めて自己紹介をお願いします。はい、わかりました。はい、綾瀬咲役の中島由紀です。浅村優太役の天崎浩平です。奈良坂真由役の鈴木彩です。まずはステージイベントお疲れ様でした。お忙しいところインタビューへのご協力どうもです。いえいえ、こちらこそありがとうございます。義妹生活のアニメ化が決まって初めてとなる公の場でのイベントだったね。終えられた今の感想は？そうですね。やっぱこうやってお話しする機会本当になかったんで、そうですね。こう短い時間ではあったんですけど、こう喋ることができてよかったなっていうのと、デザービングにも出たりとかもしたんで、やっとアニメ始まるんだなっていう気持ちに改めてなりましたね。今まで義妹生活が大好きな、人たちと直接お話しする機会っていうのがなかったので、なんかこうそれが実現できたことが今日は一番嬉しかったですね。アニメの情報をたくさん直接お伝えすることができて、それでまたこうリアクションが返ってきて、これからアニメ始まるんだなっていう実感も湧きましたし、とても楽しかったです。アニメの収録は全部終わったんだよね。現場の雰囲気はどんな感じだったのかな？現場結構どうでした？静かです。その作品から空気を大事にしてるから意外と静かだった気がする。でもなんかそんな中でちょっとこの静かな空気を壊してくれるのが、近弘さん、小林近弘さん、浅村太一役のがなんかその本当に空気感をほぐしてくれる、緊張とかをほぐしてくれる存在で、楽しくね収録はしてたんですけど、おのおのこう結構役に入りがちというか、でそこをお父さんがぶち壊してくれた感じありましたね。いいんでねそんな雰囲気でした。すごい楽しかったよ。楽しかったです。なるほどなるほど。ところでキマリスのみんなが気になっているだろうことをズバリ質問するけど、アニメ版のクオリティぶっちゃけどうなん？ぶっちゃけねえりちゃんいやでもね、めっちゃいいっすよね。すごいいいとす思います。ごいいいと思う。すごいと思います。今までいろんなね作品が世の中にアニメっていうのはあると思いますけど、その中でもまたなんか違うベクトルのクオリティの高さというか、そんな気がします。そうなんだ。うわー、放送がめっちゃ楽しみ。ちなみにお三方それぞれアニメのこういうところに注目してほしいってポイントはある？うわー、難しいな。難しいな。どこもいっぱいあるから注目ポイントではあるんですけど、結構冒頭喋ったりすることとか多くて、さっきはその時にリハブリ見てて思ったのは、こう曲がね、多分あれはオープニングになるのかな曲が流れるんですよ。お家で練習する時に聴きながらやってるとすごいなんか泣きそうになってくるんですよね。アフレコする時はそれを思い出しながらこう収録させていただいたりとかしたので、ちょっとオープニングとかエンディングとかもすごく良いので、そこも注目してほしいなと思っております。アニメならではでこう仕草とか、こうしおり先輩がこう耳かける仕草とか、あと浅村くんの目線の動きとか詳細に描かれていて繊細で素敵だなと思うので、キャラクターの仕草に注目してほしいなと思います。確かに本当細かいところいっぱいね注目してほしいんだけど、空気感をねとても大切にした作品だから、そこにこのキャラクターたちがどう存在しているかっていうのを感じながら、見てほしいかな。確かに描写の細やかさとか空気感は義妹生活ならではの注目ポイントだね。主題歌も楽しみだよ。それじゃあ最後にこの動画を見ているアニメ放送をめっちゃ楽しみに
援しているキマリスのみんなへコメントお願いしますそうですね、やっぱもう待ちに待ったアニメ化かなっていう気がしているので、こうアニメの中でも繰り広げられている2枚生活の物語を存分に堪能してほしいなって思いながら私たちも収録させていただいておりますし、皆さんも作っていただいてると思いますので、ちょっと考察とかしてほしいなって思っております。はい、確かにな。どっちから言います？じゃあ私からじゃあお願いしていいですか？わかりました。はい、そうですね、もうすごく繊細で綺麗な作品なので、3回くらい見てほしいですね、1話につき。1回パンって見て、で2回目ジーンときて、で3回目また考察とかしていただいて、何度も楽しんでいただきたいなと思います。本当そうですね、何回も見てほしいし、あとはね、ラジオやったりするのよ。絶対にアニメ盛り上げるからね、安心してね。もう本当にこう待望のアニメ化だから、みんな待ちに待ってると思うので、いろんな人に、たくさんの人に、届けられたらいいなって思ってます。楽しみにしておいてください。ありがとうございました。以上、中島由紀さん、天崎浩平さん、鈴木あゆさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。いやー、アニメジャパン2024楽しかった。アニメ「義妹生活」の最新情報はもちろんだけど、それ以外のエンタメコンテンツの情報もいっぱい知ることができた最高の時間だったね。宣伝担当なのにシンプルに楽しんでしまった。でもお届けできる情報はしっかりレポートできたはず。今後もアニメ「義妹生活」関連で何か動きがあった時にはこのチャンネルでもビシバシ紹介していくから、これからも義妹生活の応援よろしくね。それではまた来週。